ジャズドラマの谷中福士です。今日はですね、1980年代にあったジャズクラブをね何軒かご紹介したいと思います。それでは後ほど。ここはですね、元有名なねジャズクラブファットチューズデーということで、もうねジャズの大御所そうそうたるメンバーがね、よく演奏したんですけど、僕もルー・ドナルドソンと、何回も演奏しました。80年代ですね、7年8年、あたりですか、90年手前ぐらいですね、何回も演奏しましたけど、ちょうど場所がですねサードアビニューね、ここはサードアビニュー、17ストリートね、17ストリート、17と18の間ですね。どういうわけかね、イースサイドにはあんまりジャズクラブが育たないんですね。これ不思議とね。今はもう残念ながらね、2021年ですけど一軒もイースサイドにありません。はい。それはちょっと寂しい話なんですけど、あとここで思い出話っていうのがねありまして、僕昔ね習ったジョージョン・ジュニアのお父さんパパ・ジョー・ジョーンズがねここに来てましてね、誰かの演奏ですかね、ちょっと忘れましたけどで、僕はそのね、あなたの息子さんに習ってるんだって僕ねパパジョンに話したんですね。ジュニアに習ってる。そしたらね、パパジョンが僕にねどうしたと思いますか。クォーター25セント僕にパッと渡すんですね。でそれがね最初意味分かんなかったんですよ。なんで25セント。そしたら後でよく考えてですね、電話をしてきてくれるんです。これをね息子に渡して僕に電話をねかけて来てほしいというなんか意味があったらしいんですけど、なんかやっぱりね、息子さんとはちょっとこうねあんまりうまくいってなかったのかわかんないですけど、そんなね思い出話があります。あともう一つはですね、これ面白いことに、僕も何回も演奏したんですけど、ある時ロン・カーターがね、やってまして、で見に来たらロン・カーターが椅子に座ってやってるんですね。というのはそのロンカート背が高いからもうアップライトでしょ。このファットチューズデーの天井がすごい低い店で当たっちゃうんですね、ベースのねタップがね。ですからこの椅子に座ってこの斜めにしてちょっとね上が当たらないようにで、なんかもうその後なんか意外とみんなその椅子に座ってねベースプレー弾くようになったっていうね、そんなエピソードもあるんですけど、それは定かじゃないんですけどね、なんかねその後スタンリー・クラークとかみんな椅子に座ってこうね弾いてましたけど、そんな感じです。あとはね、どうでしょうかね、このお店がなくなったのは90年代半ばか、終わり頃ぐらいですかね。イーストサイドにね、ありましたの店でした。ファットチューズデーをご紹介しました。次はコンドンズっていうのをねご紹介したいと思いますけど、皆さんご存知の有名なジャズクラブね、エディ・コンドンズっていうのはミッドタウンのね54丁目に54ストリートねあったんですけどね、有名なエディ・コンドンズとね、隣がジミー・ライオンズっていう店でね、同じストリートにね2軒もあったんですけど、ここはまだちょっと名前がね似てるんですけど、またただのコンドンズっていうことでね、場所はですねアービングプレイスで15ストリートですね、イーストボール15ストリート、そこにユニオンスクエアがあるんですけど、多分このビルディングだったと思うんですけどね、ここだと思うんですが、
やっぱり80年代僕はルーさんのバンドでね、ルードランスのバンドで何回も演奏しました。でもう信じられないんですけどね、2セット やった後にサードセットっていうのはこれジャムセッション、オープンジャムですよ。もうルーさんが知ってる人とかね、僕はもうちょっとあれ知ってるからルーさんお願いしますなんてパーッと上げてね、最後はセッションになる。そんなねもう夢のような時代があったんですけどね、80年代のね、後半ですけど、はい、まあいろんな人がね演奏しておられまして、もう超一流いっぱい出てまして、でちょうどその頃ですね、ある僕がルーさんとやってる時にね、バーの片隅に一人でねちょっとこう寂しそうに飲んでる人ね、黒人のねある人がよーく見たらですね、なんとクリフォード・ジョーダンね、今でも覚えてますけど、本人が、お酒をお飲みになってるんですけど、もう俺はね、キャンサーだから、ね、いつ死ぬか分かんないんだけど、とにかくエンジョイライフ、はははトースト乾杯なんてね言ってましたけど、まあ最後の最後までねやっぱりジャズ、ね、とね一緒にね、生活したかったというか、いつもね、ジャズの、ね、音楽のそばにいたかったんでしょうね。はい、まあ体調結構きつかったと思いますけどね。本当に僕がルーさんなんかやった頃はクリフォード・ジョーダンっつったらね、バリ・ハリスさんとバンド組んでビレッジ・ヴァンガードなんかよくやってましたよ。バリ・ハリス、クリフォード・ジョーダン、ドラムがリロイ・ウィリアムズでね、時々バーネル・フォーニエンなんかね、バーネル・フォーニエン有名なドラマですけど、アーマード・ジャーマンのね、有名なドラマですけど、まあそんなわけで、ね、とにかくもう本当にこのお店もいろいろ思い出がありました。はい、イースサイドジャズクラブです。先ほどのファッチューで今度ね、あともう一軒また後でご紹介しますけど、はい、そんなわけで、それじゃあ次参りたいと思います。はい、ここはですね、皆さんユニオンスクエアっていうねちょっとパークがあるんですけど、ここ本当にね思い出の場所でありましてね、なんと皆さんご存知のオルガンの巨匠ね、ドクター・ロニー・スミス、ロニー・スミスとここで出会うんですね。それで演奏した場所がですね、ちょうどいいですか、ちょっと来てください。今こんな感じになってますが、ちょうどこの辺までねずっとねまだこうやってね石があったわけですね、ずっとね。はい、ちょうど演奏できるようなね場所があって、今もうこんななんかこうガーデンみたいになってますけど、ちょうどねあそこほら削った跡がね見えますよね。あそこずーっとこの辺ぐらいまでね出てましたね。ここでねロニーさんとね演奏したんです。その時のねメンバーがですね、ロニー・スミスさん、それとポール・ラムゼィってねフェンダーなんですけどね。で、リーダーがジャズフォーラムっていうねお店をずっとやっておられる、マーク・モーガネリトランペットで、ちょうどねその頃ねニューヨークでお昼12時半とかね、12時とか12時半ぐらいから1時間だってこうねシティのね仕事でね、例えばスポンサーがシティバンクとかね、その頃はケミカルバンクっていう、今のチェイスバンクですね、昔はケミカルバンクって言ったんですけど、それのスポンサーでねこう演奏するわけなんですけど、まあ僕はそのメンバー全然知らなくて、来たらねなんかターバンかぶったね変なねインド人の人がねキーボードこう持ってきてですね、もう大丈夫かなで、しかもジャズだっつうのにベースはねエレクトリックベースだしね、これ大丈夫かな、まあもうマークに「おい大丈夫か?」って来たら「おいゼアグレイオーケー」ってでもう始めたもうロニーさんちっちゃなキーボードなんですけどね、わーっともうスイングしまくって、もうポールもねフェンダーですけどね、もうテン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 って言ってね、もうビートがすごくもうほんと楽しい1時間だってあっという間過ぎましたけどね。でロニーさんが「
おめさん、サンズグッつってね、言ってくれまして、もう、イエーイ、もう、イエスサーつってね、僕も態度ゴロッと変わりました、イエスサーなんてね、それで名刺の交換して、それでね、1週間、2週間ぐらいして電話がかかってきました。で、それからロニンさんとね、仕事するようになるんですけど、それが1985年のね、ちょうど夏でしたね、これ暖かいところでね、はい。その後ね、アルトの巨匠ルードランソンと出会うことになるんですけど、それはまた後ほどということで、はい、ユニオンスクエアからでした。これだったかな、四角いからね。はい、今日の最後のねお店になりましたけど、ここはサードアベニューの36と37の間です。90年代だ、90年代の、前半だと思うんですけど、ここにね、多分これだと思うんですけどね、これかこれなんですけど、ザンジバーっていう、先ほどから言ってるようにイースサイドのジャズクラブ、そんなにね長いことはオープンしてなかったんですけど、そこでセッションとかね、やってまして、でちょうどその頃はね、皆さんご存知かな、ベースのねアリ・ローランドね、今ニューヨークで活躍してますけど、あとギターのねウィリアム・アーシュで、ドラマがなんとね今はもう本当に素晴らしいですけど、グレゴリー・ハッチャーソンですよね。その彼らがねまだ10いくつ、ティーネイジャーバンドですね、みんな 10代ですよ。それがねよくね毎週月曜日とかな、毎週火曜日かな、なんか演奏してました。でセッションね、ハウスバンドやったりとかもしてました。で僕はもう家が近いですのでね、よく演奏に来たんですけど、いろんなミュージシャンが集まってね、盛り上がってました。はい。僕も何回かねいろんなバンドでここやったんですけど、本当にねイースサイドはなかなか続かなくて、確かザンジバーもその数年で終わっちゃったんじゃないかなと思いますけど、そんなわけでね、今2021年ですけど、これからねこのコロナが落ち着いてですね、またニューヨークっていうのはこの強いですからね、必ずカムバックしてきますからね、ざーっと盛り上がってきた時に、この辺イースサイドにね一見なんかジャズクラブがオープンしたらいいなと思いますけどね。はい、そんなわけで今日はこんな感じで、この続きはまた次回ということで、皆さん楽しみに待ってください。それじゃあどうも、谷中福士でした。